したらもうそれぐらいあるので、12時ぐらいに。もう運んじゃっていい？
形がだいぶね見えてくるんですよ、カゴの形。完成ですね。そうですね。まず最初に学んだことっていうのは、僕この仕事、ここに入って、
竹細工っていうのを初めてやったんですけど、本当に初めは何にも知らなくて、先輩とか先生に教えてもらいながら、やってたんですけど、やっぱりできなくても最初からずっと続けることが本当に大事だなと思って、こういう手仕事っていうのは根気強く続けることっていうのが大事っていうのを学びましたね。段ボールとかそういう機械で簡単に作れるものが出てきてからもこういう竹細工のね、生活具っていうのはなかなか売れなくなってきてね、やめる人が多いんですけど、やっぱりもともと昔から日常生活の中で支えられてきたものなんで、そういうのを本当に、ただ物として残しておくんじゃなくて、やっぱり技術とか、そういう形で僕は残していった方が大事なのかなっていうふうには思ってますんですけど、こうやってもういろんな人に実際に見てもらうっていう形でもやってますんで、それ、もう他にも手仕事体験という形でも実際にお客さんと触れ合いながらもやってますから、やっぱりそういうところでね、こういうものが昔からあったんだよっていうのをずっと伝え続けていけたらなっていうふうに思ってますね。僕はもうこの竹細工を作る作業全体をも楽しむことをこだわりながら、作ってますね。もうやりながらでも嫌なところがあったら作ったものに対して多分出てきちゃうと思うんで、全部その竹を取るところからもやってるんですけど、そこからも全部しっかり楽しみながらやるっていうことを意識しながら、やってますね。